精神的にきつい仕事ベスト3。精神科医カバサーションのカバチャンネル、今日は金沢の金沢駅の前からお届けしています。今日は質問いただきました。ヒーヤンさん、32歳男性。樺沢先生的に精神的にきつい仕事ベスト3を教えてください。精神学を学んだ先生なら回答できると思います。はい、精神的にきつい仕事ベスト3ですね。メンタル疾患になりやすい仕事と言い換えてもかなり近いと思いますし、健康を壊しやすい仕事のベスト3というふうに考えてもいいと思いますね。第1位、夜勤。夜勤の仕事というのが非常に健康的によろしくないですね。それも毎日夜勤をずっと同じ時間に続けるというのならまだいいんですけど、例えば看護師さんのように日勤もあり夜勤もありっていうので1週間の中で起きる時間が全部違うっていうものは、非常にこの睡眠と覚醒のリズム、寝て起きるリズムをうまくつかむっていうのが非常に難しいですね。それっていうのは結局いろいろなストレスや疲労を蓄積する原因になりまして、体にものすごい負担とストレスをかけているということがあります。実際夜勤勤務の多い人はがんになる率が高いとかですね、そういったような研究結果も出ていると思います。若い時はまだ何とかやれると思いますけども、年を取ってからも夜勤勤務を続けるっていうのはいろんな意味でですね、体とメンタルに負担をかけるということなので、できれば夜勤のない仕事いいかなというふうに思うのです。2つ目、水商売ですね。水商売もすごく楽しそうでいいんですけど、先ほど言ったまず夜仕事をするっていうのがあまりよろしくないということですね。あとどうしても水商売系の人は飲酒量が多いということになりますので、睡眠が不規則になり、さらに飲酒量もすごく多くなる。飲酒量が多くなると今度また睡眠が悪くなるということになりますので、実際に私の知ってるお店のマスターとかいろいろそういう水商売関係の方もいらっしゃいますけど、やっぱりちょっと病気を持っていたりとか体不調を抱えたりしている人が非常に多い印象でございます。さっきの夜勤と同じなんですけど、夜寝て昼起きるっていうのはやっぱり人間健康を保つために非常に必須重要なリズムなんですね。だからそこが取れなくなるっていうのは大きなデメリットかと思います。あとメンタル疾患の患者さんが多いというとやっぱり SE プログラマーさんですね。私の友人でもプログラマーの方何人かいらっしゃいますけど、忙しい時と忙しくない時の差が非常に激しくて、納期とかが迫るとやっぱり徹夜とかが当たり前で、睡眠時間がほとんど2時間とか3時間、最後の3日とか4日になると睡眠時間がもうほとんど取れないみたいな、そういう状況っていうのは結構あると聞きますね。ほとんど徹夜が何日も続くということになると、ものすごくやっぱ体やメンタルに負担をかけてますし、実際 SE さんでうつ病になっている方もたくさんいらっしゃいますし、 SE の方に聞いたらやっぱ会社でもうつで休職中の人がうちの会社は何人もいるんだよって話を当たり前のように聞きますので、実際メンタル的に結構きつい職業の一つかと思います。いろんな仕事がありますので、会社によってもちろんそういうのは違うし、ブラックでない会社もあるとは思いますけども、往々にしてやっぱり納期が迫ったりすると結構睡眠時間を削って働けなきゃならないというような話は聞いております。いくつかの業種を挙げましたけども、きちんと睡眠時間を確保して規則正しい生活ができない仕事っていうのは健康を害しやすいですね。逆に言うといろんな病気になりやすいですし、メンタル疾患なんかもなる確率が高いので、普通の人以上に生活習慣きちんと定期的になれるように注意していただきたいなと思います。精神科医カバサーションのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。